この本を読むだけであなたの時間がないという悩みがすっきりと解決します。今日ご紹介するのはアシュリー・ウィランズさんが書かれたタイム、スマート、お金と時間の科学という本です。この本は私たちが毎日感じている時間がないというストレスを減らしてもっと幸せに生きるためのヒントをくれるとっても役立つ本なんですよ。時間がないと感じるのって実は時間の使い方だけじゃなくてお金の使い方も関係しているって知っていましたか？この本ではそんな驚きの事実を教えてくれます。この動画ではこの本の大切なポイントをぎゅっとまとめて、この本を読むとどんな良いことがあるのか、そして私がこの本を読んでどう感じたのかを分かりやすくお伝えしていきますね。最後まで見てもらうとあなたも時間がなくて困るなんて悩みがきっと減るはずです。本の重要な3つのポイント紹介。この本の特に大切なポイントを3つに分けてご紹介します。ポイント1、時間貧乏は不幸のもと。まず1つ目のポイントは時間貧乏、タイムプアについてです。時間貧乏って聞き慣れない言葉ですよね。これは時間がないと感じる気持ちがまるで貧乏みたいに私たちの幸せを奪ってしまう状態のことなんです。お金持ちと聞くと時間もたくさんあって好きなことをしているイメージがありますよね。でもこの本によると、たとえお金がたくさんあったとしても時間がないと感じている人はそうじゃない人よりも幸せを感じにくいということが研究で分かっているんですって。毎日仕事や家事、勉強に追われてもっと時間が欲しいって感じていませんか？私もよくあっという間に一日が終わっちゃったと思うことがあります。この時間がないというストレスが私たちの心を疲れさせてイライラしたり集中できなかったりする原因になるんです。この本を読んで時間貧乏という言葉を知った時、まさに私のことだとドキッとしました。私たちはついついお金のことばかり考えて、どうやったらもっと稼げるか、どうやったら節約できるかを考えがちですが、時間もお金と同じくらい、いやそれ以上に大切なものなんだと気づかされました。もっと自分の時間の使い方を意識的に変えていかなきゃと心から思いました。ただ忙しいだけじゃなくて、自分が本当にやりたいこと、心から楽しいと思えることに時間を使えているか、立ち止まって考えるきっかけになりました。この気づきがあっただけでもこの本を読んだ価値があったなと感じています。ポイント2、時間をお金で買ってみよう。2つ目のポイントは時間をお金で買うという考え方です。時間をお金で買うってどういうことと思った人もいるかもしれませんね。これは例えば自分でやるのは大変な家事を家事代行サービスにお願いしたり、買い物に行く時間を節約するためにネットスーパーを使ったりすることです。他にも通勤時間を減らすために会社の近くに引っ越したり、時短になる便利な家電を買ったりするのも時間をお金で買うことになります。そんなことしたらお金がもったいないって思う人もいるかもしれません。私も以前はそう思っていました。でもこの本は時間をお金で買うことで心のゆとりが生まれて結果的に幸せになれるんだよと教えてくれます。例えば家事にかかる時間を減らせたら、その空いた時間で家族とゆっくり過ごしたり、自分の趣味に没頭したりできますよね。そうすることで心に余裕が生まれてストレスが減り、毎日がもっと楽しくなるはずです。実際に私もこの方法を試してみました。以前は毎週大量の洗濯物を畳むのが
本当に面倒で、時間がもったいないと感じていました。そこで思い切って乾燥機付きの洗濯機を買ってみたんです。結果はもう最高でした。洗濯物を干す手間も畳む手間も一気になくなりました。浮いた時間で子供と絵本を読んだり、ゆっくりお茶を飲んだりできるようになり、心に大きなゆとりが生まれました。もっと早く買えばよかったと心から思いましたね。ちょっとした出費でしたが、その何倍も心の豊かさを手に入れることができて本当に良かったです。この本を読むまでは自分でやった方が節約になると思っていた家事も時間という視点で見ると、お金を出してでも時間を買う価値があると考え方がガラッと変わりました。皆さんもぜひ一度自分の毎日の生活の中で時間をお金で買えるものはないかなと考えてみてくださいね。ポイント3、時間の使い方を意識しよう。最後のポイントは時間の使い方を意識することです。私たちは毎日たくさんの時間を過ごしていますが、その時間をなんとなく過ごしてしまっていることが多いのではないでしょうか。この本ではどんな時間の使い方をすると私たちは幸せを感じやすいのかについてたくさんの研究結果を教えてくれます。例えば、ただ忙しいだけじゃなくて自分のために時間を使っていると感じることで私たちはもっと幸せになれると書かれています。具体的には感謝の気持ちを持つ時間を作ったり、人の役に立つ活動をする時間を作ったり、自然の中で過ごす時間を大切にしたりすることが私たちの幸福度を高めることが分かっています。また意外なことですが、暇な時間も大切にするべきだとこの本は教えてくれます。私たちはついつい何もしない時間ってもったいないと思ってしまいがちですが、ぼーっとする時間や何も考えない時間があることで脳が休まり、新しいアイデアが生まれたり、心が落ち着いたりする効果があるんです。この本を読んでから私も自分の時間の使い方についてより意識するようになりました。なんとなくスマホを触っている時間を減らして、代わりに家族との会話の時間を増やしたり、散歩に出かけたりするようになりました。そしてただ効率的に時間を使うだけでなく、この時間を使って私はどう感じたいかを考えるようになりました。例えば家事をする時も早く終わらせなきゃではなく、この時間で家族が快適に過ごせるように心を込めて掃除しようと考えると、同じ時間でも感じ方が全く違うんです。このポイントは私たちが日々をより豊かに、そして幸せに過ごすためにとても大切な考え方だと感じました。忙しい毎日の中で一度立ち止まって、自分にとって本当に大切な時間の使い方は何だろうと考えてみるきっかけをくれる、そんなポイントです。エピソード紹介。この本の中で特に私の心に響いたのは、お金持ちがお金で時間を買うのは単なる贅沢ではないというエピソードです。私たちはお金持ちの人たちが家事代行サービスを使ったり、高級レストランで食事をしたりするのを見ると、お金があるからできることだよねとか、ちょっと贅沢だなと思ってしまいがちですよね。でもこの本にはアシュリー・ヴィランズ先生が言った研究で分かったとても面白い結果が紹介されていました。それは時間をお金で買うことに罪悪感を感じる人ほどその恩恵を受けにくいということです。例えば家事代行サービスを頼んだとしても、こんなことにお金を使うなんて自分はダメな人間だとか、もったいないことをしたとネガティブな気持ちになっていると、せっかく買った時間で得られるはずの心のゆとりや幸福感を十分に感じられないというんです。これって
すごく納得できますよね。せっかく時間が増えたのにこれでよかったのかなとずっと考えていたら、結局心は休まらないままです。このエピソードを読んだ時、特に罪悪感という部分に感動しました。私も以前は家事は自分でやるべきだとか、わざわざお金を払うのはもったいないとどこか罪悪感を感じてしまうことがありました。でもこの本は、時間をお金で買うことは自分の幸せのための投資なんだよと教えてくれました。大切なのは時間をお金で買うという選択をポジティブな気持ちで受け入れること。これで自分の大切な時間をもっと有効に使えるようになったぞと堂々と、そして感謝の気持ちを持ってその恩恵を受け取ることが重要なんだと気づかされました。この考え方を知ってから、私も何か時間短縮のためにお金を使うときに罪悪感を感じることが減りました。むしろこれで自分の大切な時間が増えると前向きな気持ちで選べるようになったんです。この心の変化は私にとって本当に大きな収穫でした。実践的な応用方法。この本で学んだ一番大切なことは、時間をお金で買うという考え方を私たちの毎日の生活にどうやって取り入れるかということです。これはただ単にお金を使えばいいという話ではありません。もっと賢く自分の幸せのために時間を使っていくためのヒントなんです。例えば毎日のご飯作りって時間がかかって大変ですよね。そんな時に全部自分で作ろうとせず、たまにはお惣菜を買ってきたり、ミールキット、必要な材料がセットになったものを利用してみたりするのはどうでしょうか。手抜きだなんて思わずに、これで浮いた時間で家族との会話を楽しもうと前向きに考えてみるんです。また通勤時間が長くて毎日疲れてしまう人もいるかもしれません。もし可能であれば会社の近くに引っ越したり、少し家賃は高くても電車やバスの本数が多い場所に住んだりするのも時間をお金で買うことになります。毎日の通勤で疲弊する時間を減らせれば心にゆとりが生まれて、もっと元気な自分になれるはずです。私自身もこの本を読んでから日々の生活の中で、これは時間をお金で買えるチャンスじゃないかなと考えるようになりました。例えば以前は休日は子供の勉強も見てあげなきゃと全部自分で抱え込んでいました。でもこの本を読んで自分の時間も大切にしようと考えるようになり、時には通信教育の教材やオンラインの学習サービスを利用して専門家にお任せする時間も作るようになりました。その結果どうなったと思いますか？私が子供の勉強につきっきりになる時間が減り、そのわけ私自身の時間が増えました。そして不思議なことに子供も専門の教材を使うことで以前よりも楽しんで勉強に取り組むようになったんです。私も精神的に楽になり、子供との関係も以前よりも穏やかになった気がします。この経験を通して時間をお金で買うことは決して贅沢なことではなく、自分自身の心の健康や家族との関係をより良くするための大切な投資なんだなと実感しました。皆さんもぜひ自分の生活の中で時間を買うことでもっと幸せになれることを探してみてくださいね。まとめです。このタイム、スマート、お金と時間の科学は、時間がないというストレスに悩んでいる人に心からおすすめしたい一冊です。私たちは毎日仕事や家事、子育て、勉強などたくさんのことに追われていますよね。もっと時間が欲しいとか、なんでこんなに忙しいんだろうって感じることがほとんどだと思います。この本は
そんな私たちの悩みに寄り添いながら時間の使い方を工夫することでもっと幸せになれるんだよということを具体的な研究データや分かりやすい例をたくさん使って教えてくれます。特に私が感動したのは時間をお金で買うという考え方です。これまではお金を使うことに対してどこかもったいないとか贅沢だという気持ちがありました。でもこの本を読んで自分の時間を大切にするための投資だと考えることができるようになり、心の負担がぐっと減りました。例えば家事代行サービスを使ったり便利な家電を買ったりすることで浮いた時間で自分の好きなことをしたり家族とゆっくり過ごしたりできますよね。そうすることで心にゆとりが生まれて毎日がもっと楽しくなるんです。この本を読んだことで私の時間の使い方はもちろん時間に対する考え方そのものが大きく変わりました。以前はただ忙しく過ごすことが当たり前だと思っていましたが、今はこの時間をどう使ったらもっと幸せになれるかなと積極的に考えられるようになりました。この本は私たちの日々の生活を豊かにし、時間がないというストレスから私たちを解放してくれる、まさに魔法の書のような存在です。ぜひ手に取って読んでみてください。きっとあなたの時間に対する見方がガラッと変わるはずですよ。皆さん、今日の動画はどうでしたか？タイム、スマート、お金と時間の科学を読んで時間がないという悩みが少しでも軽くなるヒントが見つかったでしょうか？この本は本当に目から鱗の情報がたくさん詰まっていて、私自身も日々の時間の使い方を見直す大きなきっかけになりました。時間に追われる毎日から抜け出して、もっと自分の人生を豊かにしたいと願うすべての人にぜひ読んでほしい一冊です。この動画を見て私もこの本を読んでみようかなと思ってくれたらとっても嬉しいです。もしすでにこの本を読んだ方がいたら、ぜひあなたの感想や私はこんな風に時間を買う工夫をしていますといった面白いアイデアをコメント欄で教えてくださいね。皆さんのコメントがこのチャンネルの大きな励みになります。そしてこの動画が役に立ったなとか面白かったなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録を忘れずにポチッとお願いします。これからも皆さんの毎日がもっと楽しく、もっと豊かになるような本の紹介をたくさんお届けしていきますので、どうぞお楽しみに。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。